はい、じゃあ、改めて。改めて、はい、こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ、まず最初に自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。私は、バングラデシュの方で、ハサン・モインと申します。よろしくお願いいたします。まあ、初めは2005年に、日本に来てて、まあ、その時は家族滞在で、まあ、自分のお父さんが日本には住んでまして、で、その後は家族、お母さんと弟と私、連れで来まして、で、日本に暮らし始めて、でまあ、2ヶ月か3ヶ月ぐらいは住んでて、その後は、バングラデシュに戻ってきてたんですけど、やっぱり自分の勉強の件で戻っていて、で、行き来しながら高校までは卒業して、でそれでまた日本暮らし始めて、2012年には学院に入り、まあ、2014年から先生に勉強してもらい、まあ、いわゆる安井先生に勉強してもらって、大学行こうと思ったんですけど、実際は大学行けなくて、ちょっと家族の事情で大学行けなくて、まあ一旦勉強が中断になりました。はい。で、その後再開が2020年からを再開してて、2021年に、まあ、安井先生に、紹介してもらって、専門学校に入り、まあ、ビジネスデザイン学科で勉強して、自分が今、ちょっとビジネスやっております。まあ、簡単な経歴ですと、まあ、その2012年から、まあ、2023年の間はパートなどをしながら、お母さんが今会社やってますので、そこで手伝っておりました。今は、ソフトバンクで働いてますと、あとは、副業で自分の中古車のビジネスと、あとは、バングラデシュでもうつい最近学校始まって、名前は青空日本学校で開校しております。これは、学校としては、大丈夫。はい、どうぞどうぞ。まあ、そうですね。学校としては、これ、作りました理由は、まあ、最近結構日本で、外国籍の方が多く来ておりますので、その外国籍の方には、ちゃんと、まあ、いわゆる、私はバングラデシュに開校してるんで、そのバングラデシュ人で、一旦バングラデシュの系に、そのバングラデシュ人の教育を、するためには開校してて、で、バングラデシュ人を、よく日本で生活をするために、マナーが、しっかり、覚えるためには開講しております。で、うん。そこからを、どんどん日本に紹介していきたいので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございまね。す。私はハサンさん、まあ、ハサンって呼んでって、さん付けすると、さん付けしないでってそう言われるので、ちょっとハサンって呼びそうですね。ますが、はい、はい。ハサンとは出会いは2013年ですね。はい。2013年で、日本語学校、私がちょっと専門学校で働いてて、そこの専門学校が日本語学校を買収したので、そこの日本語学校の立て直しで行ってっていうふうに言われて、まあ、教務主任をやり始めた頃なんですけども、その時からですね、2000、まあ、そうですね。もう12年前。はい。早っ。いや、12年、そうですね。12年経ちました12ね。年。そううですね。やっと12ーん。年経ちました。というのに。そうですね。その時の日本語学校、どうでしたか？いや、日本語学校で私が学べるところ多かったです。はい。しっかりその日本語を学んで、まあ、いわゆる社会的に活用しよううというところん。が多かったので、自分の大学の、勉強などもしっかり学校から、助けていただき、協力していただき、ところが多くありましたので、結構感動しております。ただ、まあ、日本学校で気づいてたところですと、まあ自分もそこまではその時レベルはなかったんですが、まあやっぱり、まあ卒業のタイミングで入ってきました、後輩後輩ですかね。はい。うん。後輩の、生徒さんも、まあ、やっぱり日本語としてはそこまだまだ足りないかな。まあ、国から入ってきて、まあ、でうん。もベーシックレベルまでもできてないんじゃないかなという、ちょっと気づきましたので、そこは我々の方で何かできるかなっ
というところを今頑張っております。はい。じゃあ、2013年の時に、まあ、日本語学校にいる時に、少し、なんかバングラから来る、他の、学生とか、留学生とかが、まあ、国でなかなか勉強できてないまま来て、日本の生活大変だなっていうふうに感じたってことですか？そうですね。はい。言ってしまえば、本当、2013年に、過去のストーリーをちょっと言ってしまうと、2013年に一度バングラデシュに、留学生の営業しに行ってて、まあ自分の母国なんですけど、はい、一回行きました。で、それを学校からの、応援で行ってて、校長先生と一緒に、まあ同席しながらは行ってまして、そこは営業して戻ってきたんですけれども、でも、その時の状況ですと、まだまだバングラデシュでもあまり日本語がうまく教えられてない状態だったんですね。で、そのタイミングでもよく留学生の方々が、日本には入ってきてるんですが、で、その時は私たちの学校で一人のバングラデシュ人が入ってきたんですが、でもその方も気づいてみたら、もう本当、ベーシックなレベルまでもできてない状態。まあ、いわゆるバングラデシュで何も、まあ、べてない状態ですね。それはよく、まあ、彼にも良くなかったし、まあ、本来であれば学校の先生たちにも、まあ、迷惑だったし、まあ、よく、コミュニケーションが取れなかった。っていうことだったので、まあそういうところをもうできれば我々の方では、まあ今後、そういう、まあ日本語ができない留学生をそのまま日本に来るわけでは来ないで、一旦そこで勉強をちゃんとさせて、ベーシックまでのレベルを勉強させて、その後は日本を来日して生活を始めた方がいいと思いまして、今はそういう目線で頑張っております。はい。なるほどね。そこが、まあ、きっかけだったっていうことですね。そうです。そちらがきっかけで。はい。じゃあ、なんか、ハサンのことを知りたいんだけど、ハサンが実際に、その、学生として、日本語勉強してた時、うん。なんか、一番思い出に残ってる行事だったりとか、学生時代の思い出ってありますか？はい。まあ、もうあるので、まあそこから一個言ってしまうと、学生時代で、失敗したことと、まあ感動したことは一個は、あるので、失敗したことは、まあラマダン中に、そうめんみたいなの食べちゃいまして、間違って。断食中で食べちゃってたんで、それを、安井先生が気づいてくれまして。はい。で、そこで、やっぱり断食中だったんだなってなって。そうだね。なんそう、か、まあ、そうです。あれだったよね。なんかそのそうめんとか日本のはい。文化を体そうです。験しようっていう授業で、そうです。うんうん。なんかそのギネスに載ってる流しそうめんとかの映像とか見て、みんなで、いいなって、これどこで食べられますかとかっていう学生が聞いてたら、隣の部屋で流しそうめんの準備、他の先生たちがしてくれてて、で、みんなでじゃあ、そうめんを食べる体験しましょうとかって言って、そうめん体験した時に、ちょうどラマダンだったんだよね。そうです。ちょうどラマダンでしたので、そのラマダン中に失敗して神様に謝りました。そうね、なんか、本当には覚えてるのが、こう、食べて、みんなですごい盛り上がってるから、うわそうですね。ーってそうめんだとか言って、そうめん、流しそうめんこうやって食べてた時に、つってて、こんなのって私のとこに来て、先生ってラマダンだったとかっていうふうに。そうですね。はい。その私も時が、すごいびっくりしたから、うん。なんか、それはどうなの大丈夫なのなんか、罰があるのとか言ったら、ちょっと、謝りますって。謝ります。そうですね。もう本当はやっちゃいけないことにはなるんですけど、まあでも、忘れてしまってやってましたんで、まあ神尾さんも許してくれてるんじゃないかなと思います。でもまあ、それぐらいなんかこう、ちょっと興奮した授業だったね、あの時は。そうですね。はい。で、あとはもう一個あるのが、例えば、自分の大学の受験の時なんですけど、やっぱり、自分が、日本来て勉強も、まあ、中学校、小学校は勉強してなかったので、まあ、それなりに、日本
活しないと、やっぱり、海外に行って、じゃあお金稼ぎますってことで終わりではなく、その海外のことも守らないといけないんで、そういうところも意識しないといけないんですよ。はい。ここで学んでもらったらいいね。そうですね。そこで学んでもらうように我々も教育はし始めてますので、はい。うちの最高な、安井先生もいらっしゃるんで、はい。はい。まあ、私がね、その、ハさんから、こんな学校を作りたいんだけどっていう相談は、前からやってて、そうですね。でも、私も、やっぱり、いろいろ今まで日本語教師として、こういうことが課題だなっていうことを思ってきた。ただ単に、その日本語の言葉とか、JLPT とかの試験を受けて、それが、Q を取れたらいいかって言ったらそうじゃなくって、本当に日本の見えない文化だったりとか、そういうところも理解しないと、難しい。困ることがたくさんあって、嫌になって、母国に帰る。せっかく日本に来てくれたのに、嫌になって帰るっていうのが、本当に、それを聞くと嫌だなって自分が、単純に思ったから、そうならないように、せっかく、来たいっていうふうに言ってもらったんだったら、日本での生活だったりとか、社会人としての生活っていうものが充実したものになる。そうです。最初の一歩のきっかけのところだけれども、それをお手伝いできたらなっていうことで、今、青空日本語学校ですね、の、一つのクラスで、オンラインレッスンを、始めていますが、はい。そうですね。今後、ね、この学校はい。バングラでどうしたいですか？青空日本語学校。いや、簡単に言ってしまえば、もう、まあ、誰でも言えるんですけど、自分の学校は一番ですよとか、まあ、それはもう誰でも言えるんですけど、でも、そういうところは我々ではなく、それは学生から、言っていただきたい。まあ、学生の心から伝えていただきたい。で、あとは、その、周りの先方たちからも伝えていただきたいので、そうです。企業さんからも伝えていただきたいし、まあ、いわゆる一発名前を聞いて、じゃあ信用の学校です。で、バングラの、信用の学校ですよっていうことまでを、やっていただきたいと思っておりますので、はい。そこを目指すところですね。そこは目指すところ。それが、まあ、どのレベルになるか、まあ、我々は口からは出さないんですけども、ね、でも、やっぱり、そういうレベルまでには連れて行きたいので、もう、はい、名前聞いて誰でもわかるように、はい、まあ、この学校だったら信頼ができます、ってことを、までは持っていきたいです。はい。はい。じゃあ、なんか最後に、これから日本で、日本語を勉強したいなとか、日本で働きたいな、どの学校を選ぼうかなっていう人たちに向けて、日本語とベンガル語で、メッセージをお願いします。まあ、日本語で、まあ、メッセージですと、まあそうですね、どの学校を選んでいいかというところで、まあメッセージ言ってしまうと、あなたの将来を作りに、協力していただく学校を選んでください。はい。で、あなたの教育する、あなたのサポートする、あなたの生活に、まあ、なんていうんですかね、その、手伝っていける学校を探していただければいいと思いますので、で、これを、まあ、あなたを日本の来日だけで終わりではなく、ずっとあなたのことをサポートしながら、あなたの面倒も見ない、見る学校を選んでください。それは日本語のメッセージです。はい。じゃあ、あとは、バングラデシュのバングラ語のメッセージですと、はい。まあ、そうですね。バングラ語忘れましたね。はい、どうぞ。じゃあ、これから勉強したい人とか、これから日本に行きたい人に向けてのメッセージをお願いします。はい。バングラ語でいけます。はい。バングラデシュ人の学生のためにいけます。はい。
তুমি তোমার ভবিষ্যৎ, তুমি তোমার তোমার কর্মজীবন, তোমার লাইফস্টাইল, তোমার থাকার জায়গা, তোমার খাবার-দাবার, তোমার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে যেটা জাপানের ক্ষেত্রে তোমার লাগবে, এগুলা তুমি কার কাছ থেকে শিখবে? ওই জায়গাটা তুমি চুজ করতে পারো। তুমি যেখানে দেখবে যে না আমার লাইফস্টাইলের সাথে এটা সম্পৃক্ত, ওনারা আমাকে সম্পূর্ণভাবে সাপোর্ট করতেছে, আমার কর্মজীবনেও আমাকে সাপোর্ট করতেছে, আমার লাইফস্টাইলেও আমাকে সাপোর্ট করতেছে, সেই স্কুলটাকে তোমরা চয়েস করবে। এমন না যে সেটা আওজোরাই হোক কিংবা অন্য স্কুলই হোক, ওইটা অবশ্যই তোমার লাইফস্টাইল এবং তোমার কর্মজীবনের সাথে, তোমার সাপোর্টের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんね、これから日本に行きたい人、働きたい人とかね、日本に行って、夢をつかみたいなっていう人は、ぜひ、青空日本語学校へ、はい、私も待ってますし、ね、一緒に勉強したいと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はハサンさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、頑張っていきましょうね、これからも。はい、頑張っていきます。はい、先生どうだったんですか？めっちゃ失敗したんですよね。はい、本当緊張しすぎて、言葉も出なかったし、言葉も狂っちゃって、やばかったんですよ。いや、私も思いました。これはちょっと、須藤先生に上手な感じで、編集してもらいましょう。いや、多分須藤先生が見たら、いや、めっちゃ文句言ってくると思うんで、あいつなんだって言ってくるんですよ。そんなことないよ、もう成長してます。安井先生聞いて、どこがどう、軽くいいんですけど、どこがどうだったんですか？いや、私なりでも、本当に緊張しすぎて、言葉も出なくて、言葉も狂っちゃって、とかもいろいろ私捕まえてるんですけど、先生的にどうですか？なんか、はい、私からすると、さっき、インタビューの質問は、事前に送ったでしょ？そうです。送ったから、いきなり全部を言おうとしてるから、これインタビューだ、インタビューだから、一個ずつ私が質問して出していくからいいよって思って、で途中で入ろうかなと思ったけど、途中で入れそうになかったから、ちょっともう一回じゃあもうハサンさんのことを教えてねとか、そうですよね。そういう感じで。いやインタビューにならなかったんですよね、本当。いや多分でもインタビューになってたよ。大丈夫ですか？ちょっともう一回ちょっと練習とかしてよくできる。なんか何回か取っていったらいいと思うよ。一回だけじゃなくて、一回だけじゃなくて、なんかまた次の、今日はハサンと私の関係っていうところと、なんか青空日本語学校作ってどんな学校にしていきたいよっていう思いをやってたけれども、なんか今度はなんか今の現状こんな感じだよねとか、そういうなんか対談みたいなのを時々入れながら、で他の先生もまた入れてもいいと思うし。そうですね。もう日本語もめっちゃ間違えてましたんですよね。大丈夫大丈夫。すいません。OK。はい。じゃあそれでちょっとどんな感じで編集してもらえるかわからないですが、須藤先生にやばいな。須藤したいと思います。須藤先生に最初から伝えててください。もう一回謝ってたんで。これも録画されてるから須藤先生に伝わると思いますよ。まだ止めてないから。いやー、わかりました。これも録音されてる。これも録音されてるので。いいですね。わかりました。はい、ありがとうございます。須藤先生、ごめんなさい。ありがとうございました。はい、じゃあまたね。はい。